こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。ゲーム開始時に一瞬見える空が、最近の密かな楽しみです。空なんて死んだらいつでも見えるじゃない。さて前回は、放置してた南北通路6本目の残りを掘り進んでいたら、広い洞窟がわんさかありました。近くに廃坑が生成されてたら見つけられたと思います。惜しいです。さて、簡易地図の方は6本目の途中です。6本目の残りを掘り終わったら引き返し、西に9本目を掘り始める予定です。収集済ブロックについては、次の狙い目は廃坑3ブロック、あとは運次第です。前回雲の糸を狙ってスケルトンに阻止されましたが、チャンスがあればまた狙っていきます。さて、前方の大洞窟を抜けたいんですけど、スケルトンに牽制されてます。とりあえず32メートル待機作戦でスケルトンに消えてもらったはずなんですが、またはいてしまってます。なんだかさっきより増えてないかしら。まあならば東海ルートを掘ろうと右側を掘ってみたのですが、ダメです。こっちも洞窟です。素直に地中に潜るしかないですね。さて、ぼちぼち先ほどの洞窟を抜けたかなというところです。うおー久しぶりです。プレイ時間で12時間ぶり、2つ目の地下峡谷です。しかも明るいですね。溶岩海が近いですが、これは先ほどの洞窟を下に潜って掘り進んでいたからです。お約束的には溶岩に落下したいところよね。幸いなことに幅の狭い峡谷なので安全に橋を架けられます。それは残念ね。さて、肝心の廃坑なんですけど、まあ簡単には見つけられないようです。でももし上の方から廃坑が突き出てたの見つけても届かないわよね。その時はその周辺を掘りまくれば、高さの届く場所があると思いますよ。さて、峡谷を抜けたところでは座標18の高さに復帰しました。あと250メートルほど掘れば南北通路6本目が開通します。しかしわずか2分後、また洞窟を掘り当てました。こう洞窟が多いとなかなか思うように掘り進められません。モブがレッドストーンを踏んだようです。音からしてスケルトンっぽいですね。まあ無難に32メートル作戦で消えてもらいましょうかっていうさりげなく。で、32メートル離れた待機場所まで来たら雲の音が聞こえるんです。スケルトンの音はしません。早速前回の雪辱を果たすチャンスがやってきたようです。なんかクリーパー多くないですか？さて、どうやって安全に倒すか作戦練らないと。この土採掘所の天井は皮一枚でさっきの洞窟と繋がっており、この通路まで2段の高さがあることを利用して、雲だけ通路におびき寄せます。念のためここでハート回復しておきます。ちょうど満腹ゲージが残り2つなので食事のベストタイムです。あれ、3枚食べても食中毒にならないんですけど。どういうこと？ゾンビ肉食べすぎてゾンビ化してきちゃったわね。いやそんなバカな。あ、よかった。まだ私は人間のようです。さて、ハートは3つ回復しました。土で2段差作っておいて、作戦開始です。よし来た。これならいけそうです。よーしやりました。きちんとクリーパーがホイホイされてる。モブの振り分けバッチリでした。雲の糸はとりあえず1本ね。青い羊毛まで先は長いけど。地道に集めるしかないですね。さて最前線に戻ってきたら無事にスケルトンは消えていました。目先に溶岩だまりがありそうで焦らず慎重に。ギリギリでしたか。ほんとクリーパー多いんですけど。もしかして私狙われているんですか？クリーパーも今月のノルマをこなさなきゃならないのよ。
で、そこからまだ3分ほどしか掘っていないのにまた大洞窟です。もういい加減にして。幸いなことにモブは湧いてないようですが、今スケルトンに落とされるとあっけなく死にそうです。で、なんとか中央の出っ張った地点までたどり着いたんですが、この先の洞窟が右奥にも広がってしまっていました。これではここから迂回路掘るのが困難です。強引に下に掘っていくしかないわね。それもちょっときついです。ブロックの手持ち数がやばいんですよ。結局作った橋は放棄、洞窟の手前側から下に掘り進んでいくことにしました。ただまあ、架けた橋を完全放棄するのも尺なので、橋の真下を掘り進んで通路の天井として再利用しています。さて、ようやく洞窟の橋が見えてきました。ここから先は下に掘り進めないとならないですが、まっすぐ進むと溶岩ダバーしかねないです。これ以上下に掘ると溶岩海の高さを下回るのね。チロッと右に掘ってからまっすぐ掘り進んでみます。さて、溶岩ダバーせずに無事に大洞窟をすり抜け、Y 座標18の高さに復帰しようとしているところです。これは、また峡谷でしょうか。マイクラ的には盛り上げたい場面らしく、雷が鳴り響き始めました。つまり、ここでついに廃坑が見つかるんですね。マイクラ的には廃坑なんてどうでもいいんじゃないの？地上で木を集めてから地下に潜るのが普通だし。盛り上げたかったのはこの峡谷そのものだったようです。さて、峡谷を最後にようやく洞窟多発地帯を抜けました。ここ1時間弱掘り進めてここまで、今度は逆に洞窟が一つもありませんでした。ブロックが枯渇してきてたので砂利がありがたくてたまりません。念のためブロックで後方安全確保です。なんか最近死にそうな予感がするので慎重プレイを心がけています。洞窟来た。あ、また。やっぱり私クリーパーに狙われてますよね。気を引き締めた方がいいわよ。通路におびき寄せて仕留めてみましょうか。不を下がれない？あ、そういえば自分で退路塞いでました。危なっかしいわね。あれ、やっぱりこっちにも湧いてるじゃないですか。まあここのところゾンビ肉が手に入ってないのでデリバリーなら助かりますけど、なんだやっぱり。とりあえず砂利は一定量確保できたので、土8つで粗い土16個クラフトです。そして最前線に戻ってきました。クリーパーは消えているようですが、左奥にスケルトンが湧いてしまってます。32メートル作戦で不戦勝を勝ち取り先に進み、そしてようやく。ほんとようやくなのですが、南北通路6本目開通です。そういえば反対側からは謎の大広場まで掘っていたわね。あの時は、羊毛と金鉱石を手にして引き返しましたけど、もし先を掘り進んでいたら廃坑を見つけてたかもとずっと気になっていたんです。今回ようやく答えが出ました。廃坑見つかりそうとかいうの全部気のせいだったんです。さて、9本目が私を待っています。お、ゾンビ。そういえばゾンビ肉が残り2枚しかないんですよ。そろそろ買った方が良さそうです。満腹ゲージも随分減っちゃったしね。やっぱり海の幸がないと、食料集めは欠かせなくなってきますね。嘘。これで晴れて、クリーパーは今月のノルマ達成できたわね。その話マジだったんですか？念願の地上を眺められてテリーも良かったわね。私としては一瞬見るだけで満足だったんですけど。あ、種入手は初めてです。どうせ縛りで捨てるんですけどね。さて、さっくりは座標18の高さに復帰しました。もう手慣れちゃったわね。溶岩海にはまず落ちないし、座標もわかってるし、
前作と大違いで直下だけは楽です。そして無事にリスポーン拠点に復帰しました。モブは湧いてなさそうです。次回はまたもアイテム回収作戦決行します。ゾンビ肉や石炭、土や砂利ブロックはまあ諦めていいのですが、雲の糸だけはなんとか回収したいところなんです。最後に一つ、前回、エンダーパールゲットして要塞の図書館を目指す話をしましたけど、あれ私の勘違いでした。エンダーパールではワープしかできませんね。つまりエンダーアイなしで要塞探すのね。さすがに要塞の前に廃校が見つかりますよ、きっと。では次回も頑張って掘っていきます。それではまたね。バイバイ。